皆様おはようございます。本日は2024年11月の3日、今私は中国の重慶に滞在しております。それで今日はですね、今から中国を出国して重慶を出ていきます。トランジットビザで入ってるんでね、マックスで144時間しか滞在できないっていうのもあるのと、トランジットビザで入った場合ですね、第三国を経由しないと日本には帰ることができません。今回のルートはね、日本、中国、第三国という感じじゃないといけないということなんですね。観光ビザ、で中国のね、正式なビザを取っていればですね、別に日本、中国、日本でも、問題ないんですよね。北京とか上海とか広州とかみたいにね、いろいろ国際線の行き先がある、たくさん便が飛んでるエリアだったらね、選択肢は多いんですけど、以前の大連とかもそうですけど、国際線がね、そこまで就航していないエリアだと選択肢、あと便数っていうのが非常に限られてきて、で、重慶3200万人住んでるんですけど、国際線ね、そんなないんですよ。今ね、パソコン見てるんですけど、私が調べた限り、重慶から直行便で行ける行き先っていうのが、エアチャイナでインチョン空港、ソウル、あとキャセイパシフィックで香港、あと私が行きに乗ってきた、アモイ航空で関西空港、東京がね、ある時があるみたいなんですけど、これにはちょっと表示されてないですね。日本便は基本大阪になるのかな、この重慶との往復ってなるとね。もちろん経由便で上海、北京とか、のところから行くこともできるんですが、このトランジットビザだとそれできませんので、直行便という、枠で考えて選ぶと、もう選ぶところがないですね。あと、曜日によってはホーチミンがありますね、中国の航空会社。あと、タイのね、バンコク、ドンバン空港行き、これが LCC がね、2社飛んでまして、で、タイエアジャー X、これも飛んでおります。近いんですよね、ここからバンコク3時間ぐらいで着くので。で、今回私が第三国に選んでるのはタイのバンコクにしました。またバンコクかよと思うかもしれませんが、曜日によってね、毎日飛んでないんでね、インチョンでもいいかなと思ったんですけど、またインチョンかってもなると思ったんで、そう。で、大阪行きも行き乗ったんでっていうので、もう消去法で、ね、キャセイパシフィック今日飛んでないですし、なので今回はバンコク、しかもドンムアン空港行き。で、乗る航空会社がタイエアジャー X じゃなくて、ちょっと変わったね、皆さんがほとんど知らないような航空会社があって、これ面白いなと思って乗ってみることにしました。LCC なんですけど、これがね、なんと名前がチャイナエクスプレスって言うんですよね。何それって感じしません？私の読み方が合ってるかわかんないんですが、漢字で書くと、中華の華に夏、華夏航空という、日本語読みでいいのかな。これを英語だと、チャイナエクスプレスという LCC になります。香港エクスプレスならね、知ってるんですけど、チャイナエクスプレス聞いたことねえなと思って、ちょっと謎すぎる航空会社みたいなので、皆さん、ありきたりなやつ乗るより面白いかなと思ったんで、これを選びました。一応情報を見るとね、関西空港にも就航してるらしいです。飛んでる日が毎日ではないんですが、このチャイナエクスプレスっていうのが日本にも来てるみたいですね。それ以外はなさそうですが、はい、この重慶を拠点としている、中国国内線メインの LCC で一部国際線飛ばしてるみたいな。私が乗るのは、重慶発 G54695 号便っていう飛行機に、乗ります。16時40分発の、バンコク、ドンムアン空港到着18時半ということになっております。これに乗ってね、久しぶりのドンムアンですけども、タイに行って、その後ね、ちょっとだけ滞在した後、日本に帰ろうかなというふうに思っておりますので、その様子を今日はお届けします。ということで、チェックアウトします。重慶の街はね、かなり良かったですね。おすすめですね。それではホテルをチェックアウトしましたんで、今から地下鉄で空港に行きます。今回滞在中まだ1回もね、地下鉄乗ってないんですよね。モノレールは乗りましたけど、無事行ければいいですけど、一応ルートは今確認しました。1号線に乗ってその後10号線乗り換えで50分ぐらいかかりますね。タクシーで行ってもね2000円かからないんで、タクシーで行けば簡単なんですけど、せっかく来てるんでね、飛行機の時間までかなり余裕見て行動してるんで、多分空港着いてもねそんなやることないんで、まだお昼食べてないんで、なんかご飯とか空港で食べようかなとは思っております。今日は日曜日なんで人がいっぱいいますけど、この辺ホテルの近くいろいろお店もあって非常に便利でした。ホテルから歩いて5分ぐらい、こちらが地下鉄の駅ですね。余裕で簡単に着きました。
まずは1号線から1駅乗って10号線に乗り換える感じですかね。支払いは全部アリペイで行けるはずです。アプリの設定をすればQR でそのまま乗れるんですけど、ちょっとしてないんで切符買いますわ。これですね。1人わずか5元で行けますね。現金か QR か、これをスキャンするだけです。ちょっとまさかのアリペイで払えないんですけど、エラーが出て、ちょっと現金で買いますか。なんかたまに買えない時あるんですよね。何の設定かよく分かんないんですけど、エラーが出てね、普通のコンビニとかでもそういう時はやっぱ現金を使うことになるんで、はい、ここかな。それがいまいちですよね。そういうことがただ皆さんももしかして中国来たことある人なら感じたことがあると思いますけど、これです。はい、買いました、切符は。それではちょっと面倒くさいんですけど、地下鉄乗るたびに毎回保安検査を受けます。とりあえず無事に進めました。こちらのナンバリングでいうと5番の駅から4番の、これちょっと読めないんですけど、七星なんちゃらまで行きます。この10号線が空港直結のラインですね。ということで地下鉄の車内めちゃくちゃ綺麗です。新しいですね。あとね、少し感じたのは重慶の方がちょっとマナーが悪いですね。今までの中国の国内の中でも基本的にもう我先にって感じで、降りる人よりも先に乗っちゃうスタイルですね。この辺がやっぱ内陸の方行くとそういうのが多いとは聞いてましたけど、そんな感じなんでしょうか。こっちか、分かりやすい。下にも書いてあるね、10号線。まあはっきり言って他の中国の、街と同じですね。ほぼ地下鉄の車両もシステムも当たり前だと思いますけど、すごいな。10号線めちゃくちゃ地下深いですね。やっぱ共産圏のね国々の地下鉄は核シェルター代わりに使ってるんですかね。かなり深いところを走ってる印象ですね。今までたくさん中国の地下鉄乗ってきましたけど、今初めて見ました。この地下でタバコ吸ってる人がいましたね。さすがだな。もうあとはここから空港行きに乗ってしまえば、重慶空港の第3ターミナルまで行くのかな。そこがちょうど私の乗る飛行機のターミナルなんで、もうこれで、簡単に着いちゃいますね。ちょうど来ました。もうこれで楽ですね。前方到站大鱼前方到站鲤鱼池，列车将打开左侧车门。有换乘9号线的乘客，请提前做好下车准备。The next station is 鲤鱼池。江北边路50公里。ということで重慶国際空港第3ターミナル駅に到着しました。はい、ということでホテルからスムーズに、ね、地下鉄で来ることができたんで、はい、楽でした。てかめちゃくちゃ広いわ。この駅がもうすごいね。地下鉄だけでこう2路線乗り入れてるみたいですね。3号線と10号線。自分は10号線で来ました。動線もそんなややこしくないので分かりやすいですね。とりあえずもうチェックインできると思うんで、LCC なんですけどオンラインチェックインとかできないんでね、カウンター行かないといけないんで行って、そこから飯とか食おうかな。ラウンジもねトリップドットコムで今回取ってて入れるみたいなんですけど、ちょっと分かんないです。ここあれだ、行きにタクシー乗った場所だ。はいはいはい、もう見覚えがあります。本当に中国の空港はでかいですね。床も大理石ですよ。とりあえずターミナルの中入ります。先ほども言いましたけど、こちらの空港ね、やっぱメインが国内線なんですよ。国際線そんな本数がないというか、だから国際線側はちょっと空いてる感じしますね。多分そんな混んでるのはなさそうだな。
国際線の出発フロアめちゃくちゃ広いですわ。すげえな。私も今まで存在すら知らなかったチャイナエクスプレス3番 B カウンターですね。久しぶりにドンムアン空港っていうのもなかなか面白いですね。最近ほとんどスワンナプームばっかだったんで、タイエアアジアがね10月からスワンナプームから、ドンムアンにね移管されたんですけど、ちなみに重慶空港ね、喫煙所は外のみだそうです。はい、外なら吸えますけど中入っちゃうともう多分出国しちゃうと吸うとこないんですね。そんな感じです。バンコクに行くとよく中国人の人たちいっぱいいるからこの便もいっぱいなのかもしれないですね。まあ3時間だったら狭くても我慢できるかな。混んでてもね。3の B じゃなくて3の C に変わってたみたいですね。こちらですね。まだスタッフの方も来てなくてチェックインは始まってないみたいです。2時10分からなんであと40分ぐらいありますね。食事食べますか。初めて見ました。プラザプレミアムラウンジのなんか日本料理屋、プライオリティパスでね入れるみたいですけど、ここで食事ができるってことかな。3400円分うなぎとかなんか唐揚げラーメン定食とかカツカレーとかありますね。これ知らなかった。すごいじゃないですか。ラウンジキーでも入れますけどプライオリティパスで、アメックスのあれも使えるんだ。すごいな。まだねチェックインしてなくてチケットないんですけどプライオリティパスでね食べれるみたいです。予約確認書だけで行けました。でやっぱりオーダーできますね。ただで食べれるみたい。すげえ、すごくないですか。まだチェックインしてないのに、しかもプラザプレミアムラウンジがやってる日本料理屋で食事ができる。いくら分とかちょっと分かんなかったんですけど、決められたメニューの中で定食みたいなのを頼めるっていうスタイルでしたね。これ知らない人多いんじゃないかな。基本的にはねうなぎはなかったんですけど、ラーメンとチャーハンと唐揚げ定食とカツカレーとか、あと重慶辛麺とか、あとなんか鍋みたいなやつとかもあって、それが好きなものを1点選べるっていうやつでした。お酒とか飲めるのかもちょっと分かんないですね。ここに置いてあるのはこのジュースとかお茶ぐらいで、頼めばくれるのかもしれないですね。一応今スタッフの方にドリンクはここだけのやつですかねっていう風に聞いたら、上がラウンジになってるらしいんですよ。プラザプレミアムラウンジ上に行けばドリンクバーとかあって飲み放題だって言われて、で今ここで食べるんでここには今ないって言われたんですよね。ということでプライオリティパスでオーダーした食事が来ました。いやすごくないですか。普通にこれカツカレーなんですけどサラダとか小鉢もついて、これスープですかね。で今ラウンジに行ってコーラを2つも持ってきてくれました。めちゃくちゃ優しいし対応いいし、すごいな。日本でプライオリティパス使うよりやっぱ中国で使った方が得だっていう人はよくいるんですけど、得かどうかは分かんないけどすごいね。これ新たな発見でした。全く調べてきてないんで、これ皆さんいい情報じゃないですか。重慶に来たら PP 活用ください。カツカレーもなんかめちゃくちゃ量があるんですけど、これラーメン丼で来たんですけど、なぜかちょっとキャベツ乗ってますけど、すごいね。ちなみにお店の名前はねジョンっていうらしいです。ジュンじゃないんですね。漢字はジュンに見えるけど、何度も言いますけどまだチェックインしてませんからね。航空券持ってないで予約確認書だけで入れてくれました。これどうなのかな。通常それが正しいのかわかんないですけど、今スタッフの方は全然いいよっていうふうにやってくれたんですけど、じゃあちょっとまだ出国すらしてないですけどいただきます。さすが日本料理屋ですね。サラダもごまドレッシングだ。こちらが日式カレー。普通に美味しいわ。揚げたてのとんかつサクサクだ。超美味しいです。ちょっとねマーラー系の味ばっかでずっと辛いもんだったんで味変になってすごい美味しく感じますね。これはすごいわ。知らなかった。ということでお店出ました。あれなんですけど、たまたまねチェックインカウンターの目の前にあったから気になって見に行っただけだったんですけど、こんなねサービスがあるとは知らなかったです。カレーもね普通にうまかったな。レトルトかもしれないけど味はねなんかまずくなかったですよ。たまにね美味しくないカレーあるんですけど、海外で日本式のカレーとしては結構クオリティは高かったと思います。カツも揚げたてでしたしね。あと店員の人がめちゃくちゃ親切、最後ちゃんとさよならって言って日本語で言ってくれました。それでは食事を食べ終わってもまだチェックイン始まってなかったんで
今回はしっかり並んで優先レーンとかもありませんからね。行きましょう。チェックインです。重慶空港はしっかりと日本語の表記が至るところにされてます。一番下ですけどね。この一番下っていうのがなんかポイントかもしれませんけどね。出国前にあんな大盛りのカツカレーを食べたんで、もうお腹も満たされて何やってんだろうって感じなんですが、まだチェックインすらしてないですからね。ということでチェックインの方、終わりました。結構ね並んでたんですけど早かったですね。さばきがスムーズでしたね。パリパリでやってました。でチェックインの時もね特に確認されることはなかったですね。一つもなかったな。今までね中国から出国するとき結構聞かれたりしたことあったんですけど、チェックインカウンターでね今何も聞かれなかったですね。窓側通路側どっちがいいぐらいしか聞かれなかったです。あと今回ねこのチャイナエクスプレス、バンコクドンムアンまでね2万円ぐらい2万円しないぐらいで取ったんですけど、荷物も含まれてるんですよね。20キロまで確か預けれて、で機内も10キロまで持っていけるというような感じで、韓国の LCC みたいですかね。最初から荷物が、含まれてる、チケットになります。ただ今回ちょっと面倒くさいなと思ったんで預けずにこのまま機内持ち込みのスーツケースなんで、そのまま乗ってねドームアンまで行こうと思います。でもう特にもうこれでやることないですね。この後出国でどうなるかですね。またなんかごちゃごちゃあるのかわかんないですけど、多分ないでしょう。そう信じますよ。最後これで出国して制限エリア入っちゃってからゆっくりしようかなと思います。で3時間かかると言ったんですけど2時間半ぐらいですね。今見る限りは到着がなんか30分ぐらい早くなってますね。なんでかはわからないです。なんで近いですよね。重慶から、バンコクまで2時間半、で並んでるお客さんねほとんど中国人です。タイ人いないね全然ね。ほとんど旅行で行く中国人の人たちだと思います。日本人はね私一人です。間違いなく一人だと思う。そんな感じで今からじゃあ中国を出国します。それじゃあ出国します。全然人いないわ出国のところ。ということで無事に中国の出国終わりました。審査官の人がねバリバリ日本語が喋れる若い男性の方だったんですけど、初めてね中国のイミグレーションで世間話しました。すごいいい人でした。私は日本に住んでましたと言ってましたね。親が日本で仕事してるとかで、すごいいい人でしたね。なんで細かなことは一切言われずにほぼなんかおしゃべりで終わりました。ここでも食べれるのか。さっき食べた同じお店がありますね。プラザプレミアムラウンジの直営のお店ですかね。で横にラウンジありますわ。先ほどのお店と全く一緒なんですけど、また好きなものをねオーダーして食べ物を食べれるという今説明があって、ちょっと今から注文してみます。なんとまたここでもね好きなもの頼めるんですよ。ちょっとうなぎ頼んでみますか。うな丼頼みました。こちらの QR を読み込んで食事をね頼むらしいんですけど、なんかねできないんですようまく。それを伝えるとねスタッフの人が代わりにメニュー表でその人が持ってるスマホでやってくれます。一応お菓子とかワインとかあるんですけどそこまでないかな。ビールとかはないですね。飲むヨーグルトとかコーラならありますね。あとみかんとかジュースですかね。重慶空港すごいっすね。あと50分ぐらいでもう搭乗開始なんですけど、うなぎ頼んじゃいました。うな丼さっきのねお店ではねうなぎなかったんだよね。メニュー表にはあったんだけど選べないって言われたんですけど、ここでは選べましたまさかの2食食べてしまいますけど食べ過ぎですね。ただ今回 LCC なんでチャイナエクスプレスはね機内食とか多分ないと思うんですよ。飲み物も多分ないです。飲むヨーグルトも飲み放題っていうのは嬉しいですね。私はお酒飲めないんでこういう方が嬉しいわ。美味しいこれ。すごくないですか PP でうな重って。ミニうな丼とかだったらあるけど、もうちゃんとしたこのでかいのを食べれるっていうのはプライオリティパスでは多分これ取り上げてるの初なんじゃないすごいな。これ肝水かな。違うな、これ味噌汁だな。キムチとかもついてますけどちょっとすごいわこれ。ということで本日2食目になってしまいましたけど、うな丼食べさせていただきます。いただきます。ちゃんとうなぎですよ。全然美味しい。今回重慶取り上げてよかったですわ。なんか取れ高いっぱいあるわ。街も良かったしね、空港もこんなになんかネタがあるとは思わなかった。これ味噌汁かと思ったんですけど、なんか豚骨ラーメンのスープですね。これはこれで美味しいです。うな重めちゃくちゃ美味しかったです。いやもう大満足っすわ。
いやー、重慶空港好きになりました。いいですね。お店とかはちょっと制限量あんまなさそうですけど、空いてるし、ラウンジというかプラザプレミアムラウンジ素晴らしいし、いやーよかった、思い出になりましたわ。あと30分ぐらいで搭乗開始ですね。一応こちらにもラウンジがあって、多分この空港が運営してるラウンジかな、ビジネスファーストクラスラウンジ。ここには多分トリップドットコムのラウンジ特典は入れないと思うんですけど、さっき結局プライオリティパスで入ったんだよね。それもなんかエラーが起きてQR 読み込んでも使えなかったんで、はい、プライオリティパスあれば別に何の問題もないと思いますけど、ここにはちょっともう今日は入れないですよね。先ほどのプラザプレミアムラウンジでお水がなかったんで、今ちょっと売店で買いました。1本ね2元でした。40円。空港としてもかなり安いんじゃないかな。街で買ったら結構水とか安いんですけど、空港だとすごい高いっていうなんか中国の僕のイメージがあるんですけど、空港でも2元でしたね。素晴らしい。こちらが今から私が乗る H の5番ゲートですね。結構人がもういらっしゃいますけど、タバコが吸えないのは痛いですね。空港自体はねすごい立派で大きいんですけど、この H の5番のとこにしか人がいないって感じですね。1日に何便も多分国際線がなくて、それだけのために多分人がいるって感じですかね。お店も開いてるというか、もしかしたら今日これしかないかもしれないですね。そう考えるとプラザプレミアムラウンジすごいですね。そんなことなかったです。今見たらホーチミンがありましたね。それでこの FD っていうのがタイエアジアで今日もあるんですね。19時55分でドーム行きですね。あとはこのワッタイっていうのはこれラオスですよね。だから今日はラオス行きとホーチミン行きとバンコク2便あるんだ。ある方ですね、多分これね。ほぼ同じ時間にラオス行きがあるんだね。飛行機も遅延なく到着してるみたいなんで、こちらがチャイナエクスプレスですよ、ね、さっき説明した通り関空にも今は就航してるかわかんないですけど就航してたことがあるみたいなことは書いてありましたけど、謎すぎますね。ということで間もなくね搭乗開始です。ちょっと暑いんでもう脱ぎました。ちなみに私が滞在してたこちらの重慶ですけど、気温はねだいたい高くても20度ぐらい、春みたいな感じですね、日本の。で夜はちょっと寒いです、上着ずっと着てても別に汗かくような感じではないんですごい快適でした。今から行くバンコクはもう30度超えなんで暑いと思いますけど、はい、とりあえず行きましょう。ということで搭乗が開始しました。 Thank you。 Yo Thank you。 いきなり始まりました。それでは謎の航空会社チャイナエクスプレスでバンコクに移動します。ということで機内に入りました。そこまでねめちゃくちゃ狭い感じではないですね。拳1個半ぐらいですけど、なんかもう超狭いっていうわけではなさそうです。もうすでに隣お客さん来られましたけど、機材はですねエアバス320ですかね。はい、お客さんの 99% が中国人の方ですね。LCC を使う人たちなんでこういう言い方あんまり良くないとは思うんですけども、それなりですよね。多分民度という話で、LCC 乗りたくない人がよく出すワードが民度が低いからって言うんですけども、乗ってるお客さんの民度が低いから嫌だっていう人もおられますから、今回はでもどうなんでしょうね。やっぱ重慶の方がね、さっきも話したけど結構マナーが悪い人たちがよく街で見かけましたので、他の今まで行った中で比べてね、どういうお客さんの層なのか、これ難しいですよね。分からんでもないんですけど、これを言葉に出すとねLCC をすごい使う人からすると失礼だって怒る人もいるし、いやでも本当だっていう人もいるし、なかなかみんな触れない話題なんですけどね、この多分飛行機との動画を出してる人とか。ただ LCC には良さもあって全部が全部そういう風ではないので、はい、ちょっとこれぐらいにしておきましょうか。機内はなんか中国っぽい音楽が流れてますが、オールエコノミーの座席ですね。モニターとかコンセントは一切ないです。スマホで音を出しながら動画を見たり音楽を聴いたりゲームをやってる人が、複数人おられますね。やはり機内は結構賑やかですね。もともと声が大きい人が多いので、これ懐かしいですね。YouTube 始めた初期の頃とか安い中国便とかしか
乗れないぐらいお金なかったんで、いっぱいそれで移動したりしたことあったんですけど、最近でも中国系のね航空会社、特にレガシーであればエアチャイナとか南方とか東方とか、こんなことあんまないんですけどね、久しぶりになんかすごいガヤガヤしてますね。やっぱ LCC だからっていうのがあるんですかね。やっぱ安い値段で乗ってくる人たちはそういう人たちが多いとは、皆さん言われますけど、とりあえず全てお客さんが乗ったみたいですね。間もなく多分ドアが閉まると思います。今回重慶からのねこの出入国、すごくシンプルだったんで驚きました。今までね大連とか瀋陽とか南京とかでも結構質問がすごいあったんですよね。そういうの全くなかったんで、驚きましたね。北京、上海みたいに外国人がいっぱい来るところだと慣れてるからさばくの早いのは分かってるんですけど、そうじゃない地方だと結構ねやり方が分からない入国審査官とかが教えてもらいながら手引きとか見ながらやるとか、何回か食らったことがあるんですけども、超早かったですし、最後に至っては日本語ペラペラの若い男性の、多分僕より全然若いと思いますが入国審査官だったんで、すごい快適でした。亲爱的旅客朋友们，我是本次航班的安保组组長。你已進入英視頻公。ということでドアが閉まってから結構時間経ったんですけど、まだ動きませんね。本来の出発時間が16時40分とかそれぐらいだったんで、それまで待ってるんですかね。遮光板，请将手机等多形式电子设备关闭。亲爱的旅客朋友们，本次航班即将起飞，请再次确认您的安全带。ということで離陸して30分ぐらいが経ったんですけど、機内サービスが始まりました。 LCC なんですが、これ食べ物もらえるんですね。これ知らなかったな、全くないと思ってた。これ何かよくわかんないけど、でもロゴが入ってますね。パンでしょうかね。開けてみましたけど、普通のなんかコッペパンみたいなやつですかね。で今飲み物を配ってますね。何度も言いますが LCC なんでね、全くないと思ってたんで驚きました。今機内サービス中なんですが、かなり飛行機が揺れててシートベルトサインついたんですけど、問答無用で配ってますね。これは日系は絶対やらないですね。もうシートベルトサインがついたら途中でやめると思いますけど、全くやめないのが中国流というか、他の国のやつでもそうですよね。もう今かなり揺れてるんですけど、ドリンクサービスが来ました。飲み物は水か緑茶かジャスミンティーか、この3種類でした。なので自分は水をもらいました。こんな感じです。
ということでドンムアン国際空港到着しました。すごい久しぶりにドンムアンに来る気がするな。今年来たかな、1回ぐらい来たかもしれないけど、基本スワンナプームですからね。初めてチャイナエクスプレス乗りましたけど、別に悪くはないですね。ただちょっと乗ってる人たちがうるさいのと、スマホの、音をね全開にしてる人たちが多くて、でも LCC なのに軽食とかお茶が出たりとか、あとはなんといっても重慶空港が素晴らしいですね。とりあえず、イミグレーション受けます。ということで改めましてドンムアン国際空港到着しました。懐かしいね。これ分かる人には分かると思うんですけど、ドンムアンの匂いがあるんですよ。スワンナプームとはまた違うんですよ。ドンムアンの匂いがねプンプンする。ドンムアン空港あれか、もう中国資本ばっかですね、広告が。ということで入国審査秒で終わりました。一瞬で出てこれました。懐かしいこれぞドンムアンって感じしますね。これがタイの匂いだっていう人もいるんじゃないですかね。このなんて言ったらいいんだろうね、ちょっと湿布みたいな匂いの空港というか、古い建物の匂いというか、カビなんかなわかんないけど、とりあえずちょっと今からホテルに移動します。あれ、ドンムアン空港にローソンなんかあったっけ。ちょっとずつ変わってるのかな。すげえ懐かしく感じる。ということでホテルまでもうグラブで行っちゃいます。ということでドンムアン空港から到着しました。久しぶりにこの7エリアで泊まりますね。しかもこのアロフト懐かしい。かなり久しぶりにね7のアロフトホテル、マリオット系のホテルなんですけど、泊まるんですけど、なんで泊まるのかっていうと、普段私がねバンコクに来ると泊まってるエアビのコンドミニアムがあるんですけど、それがね今回ちょっと予約が取れなかったんですよね、いっぱいで。なんでホテル泊まらないといけないなと思ってて、でポイント&キャッシュで安かったんで1泊8000円ぐらいかな。普通に泊まると今ね1万7000円とかするんですよ。昔ねコロナの時1泊6000円で朝食付きでめちゃくちゃ良かったんですよ。その思い出があってね、隔離対象のホテルでもあったし、修行で使ってた人も多いんじゃないかな。このホテルに来るとコロナの時をすごく思い出すんですよね。多分私の師匠さんでもね、知り合いでもここ泊まってた人結構多くて、私が初めてマリオット修行やった時もここ結構泊まりました。でライブとかもやってました。だからすごい思い出があるホテルですねそんな話はどうでもいいんですけど、ちょっと今からチェックインしたいと思います。久しぶりに来ましたけど、中がすごいリニューアルされてますね。チェックインカウンターが新しくなってますね。ということで部屋に入りました。懐かしい。ほんとさっきも話したけど、コロナの時のね印象がすごいあるんで、このアロフトはね1泊当時6000円だったんですよ。6500円とかだったかな。すごい、アロフトでこんなことやってくれるんだ。チタンメンバーだからか。お菓子とかウェルカムギフト置いてありますね。前もこの部屋だった気がするな。ちょっと反射しちゃって見えないですけど、ワンベッドのキングサイズかな。アップグレードはちょっとないですね。スイートとかなるかなと思ったんですけど、全然これでいいですね。あとはバスタブはないですよね。最近すごい高いんですよ、バンコクのアロフトとか4ポイント。アロフトのくせにって言ったらちょっと言葉は悪いですけど、あの時6000円とかだったからね。それで今1万5000円とか6000円する、倍以上、3倍ぐらいするわけですよ。今回ポイント&キャッシュで1泊8000円ぐらい、それでも高いかなと思ったんですけど、こんな感じです。ということで無事にタイに着いたということで、ちょっと乾杯です。これモクテルです。アルコールないんですけど。ということで今回は謎すぎるチャイナエクスプレスというねLCC を利用して中国の重慶からバンコクドンムアンまでの、移動のお話ということでお届けさせていただきました。なかなか名前も聞いたことなくてね、馴染みのない航空会社使うとき結構
リスクあるなと思ってね、毎回ヒヤヒヤする時もあるんですけども、全然普通でしたね。チェックインもスムーズだったし、さっきも言ったけど重慶空港ね、空港としてもすごい良かったし、ラウンジもね、プラザプレミアムラウンジであんだけご飯も食べれたんで、はい、飛行機も遅れることなくスムーズだったので、はい、全然良かったかなと思いました。はい、今回バンコクでの滞在はね、非常に短いので、もうすぐに出国して日本に帰ります。で、次回その様子をお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。一旦これで終わります。ご視聴ありがとうございました。